にちは、ダイヤル11のちえです。今日はフィリピンにあるとある語学学校にお邪魔しています。鶏どこにいるの？ここにあるの？フィリピンに2ヶ月留学中のサンポくん。学校にいる鶏たちの餌やりを担当しているそうです。一応カットしようかね。すごいな、手慣れてるな。これシャモ？うん。シャモのメス。卵1個入ってる。すごい、こんな大きな鶏も躊躇なく持ち上げています。はい、この中です。どこで捕まえたの？そこ。なんかご飯あげてるの？何あげてんの？バッタ。バッタはどうしてんの？それも捕まえてんの？あ、ワンコもいます。この学校の3匹の番犬、一番年上で兄貴分の龍馬、足が速くて姉御肌の蓮、好奇心旺盛な末っ子の大和です。サンポくんは動物が大好きなんですね。ネグロス島の田舎町に立地する語学学校デティ。前回の動画でご紹介した NPO 法人イマジナスの代表高橋さんが運営されている学校です。そしてこちらは校長先生の春菜さん。高橋さんとご夫婦で運営されています。この場所は日本人の方が来て英語を勉強するところなんですけれども、勉強するために来るというよりはフィリピンっていう異国の地の文化を体験を通して知るとか、自分の価値観を広げるとか、ワクワクの気持ちをかきたてるみたいな、そういう場所にしていきたいなと思ってやっていて、学校へ行って机に向かって勉強するっていう、そういう学校のあり方じゃない学びの場みたいなのを目指していますね。すごい親子さんが多いなって、そうですね。始めた頃は大学生がほとんどで、それが中心の学校だったんですけれども、気づいたら親子からの問い合わせがすごく多くなって、気づいたら親子ばかりなので、的にターゲットを親子に絞って、そうじゃなかったです。どうして親子さんがその考えになりますか？一つはここの治安が良くて、親子留学を考えている人にとって安心できるって選びたい理由なのかなっていうのは場所的なところでありますね。子供がいて、しかも建物の中にいて、外をみんな走り回ってて、子供にすごくあったかいというか、子供が自由に生き生きできる環境をすごく作られてるなと思って。立地はあると思います。例えば目の前が道路だったら飛び出せないじゃないですか。自由に走り回っても危険じゃないし、とても田舎なので交通量も少ないので、子どもたちがなんかこううろうろして危なくない。ゲートから中に入ると植物が生い茂る広い中庭。背の高いココナッツの木が何本も生えています。中央の東屋は竹とニッパヤシを使ったフィリピンらしい作りです。庭の奥へ進んでいくとプールがあります。学校所有のプライベートプールなのでデティの学生は入り放題。特に子どもたちに大人気です。そしてプールの先にはなんと目の前がビーチ。海の生き物を探してみたり、
早起きすれば水平線から昇る綺麗な朝日が、そして夕方にはマジックアワーの幻想的な空が堪能できます。ビーチを望む2階建ての建物がメインハウスのデティビラ。本とおもちゃが集まったキッズスペースとメインキッチン、そしてダイニングがあります。ここで作られる給食は地元の食材をふんだんに使ったフィリピン料理。でもしっかり日本人好みの味付けで、私もいただいたんですがとても美味しいです。メニューは毎食肉、魚、野菜がバランスよく含まれるように工夫されています。スモールランチ作んな。刺身。こちらは日本人にも人気の高いフィリピンの魚料理キニラウ。生魚と生野菜のマリネです。給食でこんなに本格的なキニラウが出てくる学校は結構レアだと思います。デティビラの2階は学校で一番人気のお部屋、ウミガメのテラス。5人まで滞在できる広々としたスペースと、なんといってもこのオーシャンビューのバルコニーが人気の理由です。そしてこちらは別棟のココナッツコテージ。2LDK の一軒家で貸し切りもしくは2組でシェアして滞在できます。キャパシティとしてはマックスって全ての部屋に入った場合は、5組ですね。少人数制というか少人数ですね。この南国の海の前でのんびりとゆったりした時間を過ごしたいっていうのが大事にしてるところだったので、効率よく詰め込んでではなく、ゆったりとした贅沢なスペースを日本からこうちょっと一時離れた親子、お母さんとか、あとここに来る人たちがバカンスを楽しめるっていうのも一つ大事にしてるところですね。大人の授業はコテージの前のテラスやこちらの半野外の多目的スペースで行います。そして子ども専用のスペースがこちら、竹とニッパヤシでできたキッズハウスです。天井の高い広々とした空間にたくさんの知育玩具と子どもたちのアート作品が並んでいます。デティでは子どもたちの授業にアートレッスンが取り入れられていることも特徴です。ミニサイズの食器を使ったオリジナルのラグ作り。フィリピンではこんな風にラグマットがよく手作りされています。こっちでは色とりどりの絵の具を使ってフラワーベースを制作中です。小さい子にも先生が一人ずつついて丁寧に教えてくれています。出来上がった作品はフィリピンの素敵なお土産にもなりそうです。今日は野外授業に同行させてもらいます。なんと水牛が引く荷車に乗るそうです。参加するのは沖さんファミリー。動物が大好きなサンポくんとお母さんのアスカさん、妹のひららちゃんとお父さんの和也さんの4人家族です。フィリピンで最もポピュラーな牛、ブラーマン種。肩の上がコブのように盛り上がっているのが特徴です。水牛のオーナーさんがたくさんのランブータンとランゾーネスでもてなしてくださいました。このケムクジャラの赤いフルーツがランブータン。皮を剥くとライチのような白い実が現れます。味もライチと似ていてさっぱりした甘さが特徴です。そしてこの小さなお芋みたいなフルーツがランゾーネス。
こちらもライチのような白い実ですが、味はライチよりも酸味が強めです。サンポくんとひららちゃんはランゾーネスにハマったみたいです。あ、井戸の手押しポンプがあります。日本ではもうほとんど見かけなくなりましたが、この辺りでは今も現役で地下水を汲み上げています。ポンプに呼び水を入れてからピストンを動かすと、配管の中が真空状態になり、地下水が引き上げられて水が出てくるようになります。アニメ映画「隣のトトロ」で見たことがあるという人も多いかもしれません。今日の主役、水牛がやってきました。水牛はフィリピンではカラバオと呼ばれています。早速荷台に乗り込んで出発です。すごい、雨でぬかるんだ泥道に引っかかっても強い力で引っ張り出してくれます。とてもパワフルな水牛はフィリピンでは古くから畑を耕したり荷物を引いたりする際に重宝されてきました。農業に深く貢献してきた水牛はフィリピンの国獣に指定されています。どうでした？乗ってみて。楽しかっ大きかった？怖くなかった？た。すごかった。すごかった？ガタガタでひっくり返った。統計出さない。お前めっちゃでかい。ミッションデーを毎週入れていて、現地のローカル体験をするっていうものがプログラムに組まれているんですけれども、例えば現地のマーケットで買い物をしたり、値段交渉してみたり、マングローブ探索行くとか、この地域でしか体験できないものみたいなのができる日っていう、それが魅力で選ぶっていうお客さんが多いんですね。せっかくなのでもう一つ別のご家族のミッションデーにも同行させてもらいました。トライシクルに乗ってたどり着いた先は、My name is Keitaro Tao. なんと当チャンネルでもおなじみ起業家タオさんの養鶏場です。デティではこの養鶏場ツアーもミッションデーのプログラムで体験できます。This is around 3 weeks old and 5 weeks old. Actually, we got very big trouble. Very big rat get inside our cage and rat. Almost 56 died. 猫とか置いたんだけど、猫の方が弱かった。土を掘って。それで困りましたね。本当成長がすごく早くて栄養豊富っていうことで。あ、いる。お、取れた。あ、いいですよ。いい餌になる。食べちゃうの？あ、おたまじゃくし。下まで入れたらいっぱい取れる。よし、おたまじゃくしが。痛い。カエルがここに卵を産ってる。うわ、さすがお母さん。全然見えへん。こんなに取っても多分3日ぐらいでまたすぐ生えてくる。牛のうんこ。栄養入れてる。栄養ない。これなんだと思う？はい。お、正解。英語でぬかってなんていうかわかる？ライスブラン。ブラン。で、これなんだと思う？これね、英語でね、コプラミールって言います。ヤシ。もうちょっと。ヤシ。そう、ココナッツ。ココナッツ。ココナッツのオイルを取った後のカスだから、ココナッツカスだ。あと、これだね。これなんだと思う？水。これね、レストランで使い終わった廃油。廃油です。廃油を餌に混ぜる。そうですね。これカロリーになるんですよ。これを混ぜると、まあ太っちょな鶏になる。混ぜてみよう。
5キロ作るから5キロの 70% これ。計算していこう。OK。はい、5×7。 35。はい、そうですね。ということは 3.5 キロです。まだまだまだ。 How much kilo now? お、もうちょっともうちょっと。オッケー。 OK。あ、食べてる食べてる。投げて。お、どうやってくれよこの子は。レティの1週間のカリキュラムはこういった現地体験のミッションデーを中心に構成されています。週の真ん中水曜日がミッションデーで、前日の火曜日はその準備の日。体験したことをまとめて金曜日にその内容を英語でプレゼンします。今日中に覚えて、それで言う。ファーストリーまでは自分で作った。すごいじゃん。この1週間ごとのプログラムを繰り返していく中で、座学だけではなかなか得られない実践的な英語の習得を目指します。どういう英語学校をしたいかって言った時に、現地の体験ができる学校じゃないとフィリピンでやる意味ないんじゃないかなっていう話をいつも議論してたんですけど、ミッションでいるよっていうのはもう一番最初からありましたね。フィリピンではそういう日をかける学校知らなくて、結構珍しいのかなと思って。見本にした学校があるとかっていうのはないですね。ただ、もともとスタディーツアーを大学生をインドに連れて行くとか、ザンビアに連れて行くとか、そういうことをやってたので、やっぱり一番英語話したいって思うのは、現地の人と会話をした時に自分ができないって感じたり、自分が言いたいことが伝えられないっていう、なんかそれを感じた時にみんななんかこうモチベーションが上がる。私自身が自分が英語どうやって習得したかなって思った時に、ミッションを達成するためにちょっと頑張ってで実践をして、失敗したなこことか思ったのを次またやってっていう繰り返しが生きた英語になったなっていうのがあったので。日本にあったらさ、マーケットとか行っててもさ、行きたくないなと思ってたけどさ、フィリピンの方が買い物が楽しい。そうなんスーパーマーケットやったら1個の場所に全部置いてあるけど、こっちやったら一個一個いっぱい市場みたいな感じだよ。なんか祭りみたいな。なんか屋台みたいなね。日本よりも全然楽しい。日本よりも全然楽しい。けど時々日本には帰りたくない。そうなんや。日本にいるだけでずっと生活していくよりは、やっぱりいろんな世界を見て、いろんな人たちと触れ合って自分の視野を広げたいっていうのもあるし、子供たちも違った世界を見てもらって違う感性を磨いてほしいなっていう。夏休みの間にこうどっか体験できるところっていうのを探してたんですけど、フィリピンが一番自然もあり大きそうっていう。不安はなかったですか？危険そうとか。来るまではやっぱり多少は思ってました、ただ来てものすごく皆さんが親切で住みやすくて。もちろんミッションデー関連以外の通常の授業も行われます。大人になって4時間授業めっちゃしんどい。1週間は終わった後にもうぐったりになるぐらいの英語をずっと弾き続けてるだけでも疲れるみたいな。韓国も柳さんもやっぱ疲れてるんですけど、でもさ、子供たちも全部取らせてもらって、それこそお昼ご飯食べてる時までずーっと先生と英語で喋ってるんですね。If you're going to use he, then what will be our helping verb? Das. Das. Again? Das. Yes. Is this a present tense, a past tense, or a future tense? Present tense. Present tense. Because It uses does. What's our pronoun? you Okay, you. What's our helping verb? did. Did. Is this a present, a future, or a past tense? Past tense. Can you tell me why it's a past tense? Because already finished. Since it's a past, we will use did. Okay? He make a house using straw. yes, using straw. But typhoon come. Typhoon come broken. Yes, because it's only a straw. Little pig, let me come in. I
will eat you. What's this, teacher? Baguio beans. This one, we call it here Baguio beans. When you grow up, you want to become a chef? He wants to become artist. Artist? No, professional soccer player. Oh. Where is the sayote? No sayote. Why? This is another kind of cooking pancit. No sayote. That's seasoning. Yeah. Seasoning? No, seasoning. Just like soy sauce that makes your food delicious. It's like chocolate. Yeah. Oh, it's right too. You eat. No! Yeah, you just keep on mixing until that will melt. 全然喋れない。言ってること早すぎて聞き取れなかったけど、今はなんか慣れてきたら全然聞き取れるようになった。大人としては英語力のなんか変化みたいなのはどうです正直に今からやっとって感じがします。そうですね。2ヶ月2ヶ月の終わり今になって、なんとなく聞き取りができやすくなってきたなっていうのと、なんとなくこういう時にこういう言葉を使わなあかんねんなっていうのがやっと分かってきた。焦りがなくなってきたのがつい昨日今日ぐらいの感そうですね。人と喋るっていうこと自体がものすごく緊張して、ただ皆さんものすごい笑顔で単語をつなげていった文章でも全部理解してくれて、話を膨らましてくれる。他の人では多分全然言ってる意味がわからないんやろうなと思うんですけど、それを全部こう聞き取ってくれている。私喋れたっけっていうぐらいそれがやっとここ最近違うなみたいなこういう感じで英語って長くつなげていくんやなほんまはっていうのがやっと分かってきた感じ。時間さえ取れるならもうちょっと勉強したかったみたいな気持ちはそれはありますね。自分の勉強に専念できるなんてこんなんもう子供産んであるなんて思ってなかったから 5% ぐらいしか家事の分量ないって感じです。学生時代って自分の勉強だけに専念できるからそういう時間って豊かじゃないですか。けど学生時代にはそれを気づかなくって振り返った時にはそれを持てない時間になってたみたいな、それをもう再度やり直しができるっていうのが今回の一番の日本で頑張ってるお母さんたちお父さんたちがはぁみたいな自分の時間が持てるとかゆったりした時間を味わえるっていう場所になったらいいなっていうのを思ってて、もともとは洗濯はうちはお客さんそれぞれでやる方式だったんです。すごい負担ですみたいな声が出たわけではないんですけど、なんかもっとのんびりさせてあげたいなっていうのは思って洗濯はもううちの方でハウスキーパーがするっていう形に今変更して。さて今日は沖さんファミリーにとって特別なミッションでハバルハバルというバイクタクシーに乗って山奥の小学校を訪問します。ネグロス島は海から少し陸側に入るだけでこのような未舗装の山道になります。岩がむき出しの悪路を進むハバルハバルはもはやロデオボーイさながらです。そんな山道を進むこと30分、山の中の小学校に着きました。早速準備を始めるアスカさん。子どもたちと一緒に絵の具を混ぜています。実はアスカさんは日本で絵画教室を運営しているプロのアーティストです。ワークショップなどのイベントも多く手掛けています。今日こちらの小学校で行うのは子どもたちと一緒に作品を作り上げるライブペインティングです。そもそも英語を喋りたいのは海外の子どもたち、特に後進国と言われる子どもたちの学校で絵を一緒にライブペイントしたい。若い時にカンボジアの個人回って絵を描いた時に周り
の人たちはこう喋れるけど、もう私はボディーランゲージでしかなかったのがやっぱり自分の中にずっと残ってて、それをして回っていきたいな今後っていう時に、やっぱり英語喋れた方がいいなっていうので密かに思ってきてたから、それを喋ってる時にじゃあもしかしてここでできるのであればやりますって感じ、やりますっていう英語喋れる前にできたみたいな。総勢100人もの子どもたちが集まりました。いくつかのグループに分かれて、それぞれ大きな1枚の布に作品を作ります。このグループは手に思いっきり絵の具をつけて布全体にスタンプしています。そしてこっちのグループは、子どもたちの似顔絵ですね。みんなそれぞれお気に入りのポーズをとっています。全員の似顔絵ができたら、子どもたちが自分の顔に色をつけていきます。こっちのグループでも似顔絵が始まりました。さっきの手形が背景になるんですね。先生とのフリートークの時に私が絵を描いてるって話をしたら、フィリピンの子供は絵の具を使う機会なんかないんだよ、クレヨンだけだよ、絵の具普通じゃないのって、絵の具は高いから無理よ。日本のプロの人が行うイベントに参加できる機会なんて多分一生の中でこれぐらいなんじゃないのっていう子もいると思うので、うちとのコラボで実現できるのであればやりたいなと思いましたね。うちがネグロス島の三本ギータっていうところにいる意義として、ここに住んでいる子たちにとっても異文化理解の機会とか、新しい可能性が広がるチャンスっていうものをこう提供するっていうことをしていきたくて、仕上げに指で絵の具を飛ばして彩りを添えます。最後にアスカさんのサインを入れて完成です。子どもたちの笑顔があふれるとっても素敵な作品が出来上がりました。日本の子はシャイやからけど、こっちの子は自分から堂々とこっちに来る。友達になろうとめっちゃこっちに来る。めっちゃウェルカム。中に入ってみたらみんなでハローとか言ってくれたからさ、嬉しかった。やっぱり日本は他にももっと選択肢いっぱいあるし、それだけを楽しまなくても毎日楽しいことはいくらでもある中の一つが絵を描くっていうことだったりするけど、ここの子はもっととびっきりの非日常、それが伝わる。Na-enjoy? Yes! So first na green or katong nag-white mo or katong nag-drawing si Aska-san o nawong gan inyong ikoloran? The drawing si Aska-san mo lang tiyaga na kuan part? Yes, very happy. Very happy. Kabangita Plaza or Dumaguete Plaza or Disco Plaza. One day only ninyong i-display, kada ra ninyong i-display. After ana, inyo ra pong ibalik diri. Okay ra mo. How about in Japan? Only one day. Only one day? 今日は沖さんファミリーの卒業の日です。2ヶ月繰り返してきたミッションデーのプログラムもついに最後のプレゼンテーションを迎えました。和也さんの卒業スピーチはなんと自分で手作りしたわらじについてです。Thank you so much for your wonderful presentation, Katia-san. My question is, if you were going to sell the Ginit Warach, how much is it? How much? 10 $10.
What will you gonna miss here in Delhi? I really enjoy. Yeah. Very a lot of でも He cried. October 31 and November 1, I did live painting for kids for 2 days. I was surprised because many kids were joining. Thank you for listening. Thank you for understanding. For 2 months staying here, my family was very, very happy for taking care for teaching us, especially for Hirara and Sampo. That's all. Thank you. そしてこの日はデティを卒業する先生たちもいらっしゃいました。 And lastly, to Ma'am Haruna and Sir Taikai, thank you very much for not abandoning us during the pandemic. You make a way for us to have students for online lessons. Last year, I left here for 2 months. I thought I would never be able to come back, but you wholeheartedly welcomed me back and trusted me. I am proud to be one of the employees here in DETI. Thank you all. Teacher Jessa, are you okay? Being attached here in DETI, I had so many memories and learnings from all of my co-workers and especially Ma'am Haruna and Sir Taikai. I learned a lot, so thank you so much everyone. I really remember clearly about the time when you joined us. You didn't have confidence in handling the lessons, but I have seen you really develop your skills a lot, and now you are the really reliable teacher and teaching to other teachers as well. Because of your presence in DETI, I believe that we could restart our operation after the pandemic. Thank you very much for your dedication. 本当いいスタッフにも恵まれてるなとは思いますね。いや私も寂しい、もうなんか愛される場所でありたいと同時に若いスタッフも多いので、次なるステップが進んでいくっていうのも応援はしたくて、自分のこう夢をつかむきっかけに人生の中の一期間をうちで過ごして、それが次へこうつながっていくっていう、そういうこの関わり方っていうのも大事にしたいなっていうふうには思ってますね。今夜はフィリピンの伝統的な軍隊式料理プードルファイトでお別れパーティーです。巨大なバナナの葉の上に肉、魚、パンシット、フルーツなどさまざまな料理が並びます。 Here in the Philippines, we don't use spoon and fork, and especially no chopsticks. So only hand. Only hand. 日本から来る人だけが幸せになるターゲットではなくて、ここに住んでる人、ここで働いてる先生とか関わっている人みんながハッピーになるような運営の形を私はしていきたいなっていうふうに、ここへ来るお客さんたちがとても面白い人が多いので、その人たちとの関わりの中でいろんな発見を私自身がたくさんもらえるので、すごくお客さんに助けられてデッティも進化していくっていう形かなっていうふうに思ってますね。フィリピンならではの体験がたくさん詰まった語学学校デティ。親子留学以外にも単身留学やインターン生も受け入れています。詳しい情報はウェブサイトに記載されています。興味がある方は概要欄の URL からぜひご覧になってみてください。